여러분 안녕하세요. 모고모고입니다. 크리스마스가 今年もやってきました。じゃあ皆さんいかがですか？クリスマスは満喫してますか？じゃあ今日はせっかくクリスマスなので、クリスマスといえばもちろんプレゼントじゃないんですか？なので今日はそのプレゼントの話をしてみたいと思います。一旦、まず、日本と韓国は、お互い似ているように見えるものの、実際、その中身を詳しく見てみたら、意外と違うところがいっぱいあるということは皆さんご存知だと思います。ここで、じゃあ韓国人ってクリスマスにもらいたいプレゼントって何でしょう？じゃあまず見てみましょうか。じゃあ、もらいたいものの5位はカバン。おそらくブランドのカバンだと思いますが、4位はブランド品。3位はいいギフト券。つまり LINE のギフト券みたいなもんですよね。で、2位はパソコンなどの IT 機器。1位は現金商品券でした。面白いですよね。こういったところもちょっと日本と違いがわかりますよね。で、逆にこれはどうでしょう？もらいたくないもの何でしょうか？じゃあ5位、手紙。韓国人は手紙好きじゃないですよ。じゃあ4位、食品。食品関係っていうのは高麗人参とかのこういった健康食品だと思います。で3位、ゲーム機。意外と思うかもしれませんけど、韓国人はパソコンが好きで、ゲーム機はそこまで好きではないような気がします。で2位、花束。これはいつももらってるからだと思います。じゃあ1位、コロナ用品。じゃあとにかくこういったのが現代の韓国なんですが、じゃあ、とにかく、まとめてみると、韓国人って現金プレゼントが一番人気ということを覚えてください。実際韓国の場合、この現金が流行ってて、実際プレゼントとして、こうやっていろんな現金のプレゼントの包み方とかも発達しています。これも後ほど時間があったら紹介してみたいと思います。じゃあ、朝鮮はどうだったでしょう？皆さんもご存知だと思いますが、朝鮮は経済があんまり発達してなかったんですよね。貿易とかもあんまりなかったんです。そして資源も豊かではなかったんです。じゃあ、この国は一体どういったものを使ってお互いの気持ちを確認したんでしょうか？ドラマとか見てみたら皆さんもわかる部分あると思いますが、今日は朝鮮の話をしてみたいと思います。じゃあ、一旦まず、朝鮮といえば、昔の記録からわかるように、牛肉が大好きな民族で、実際今でもこうやって牛肉のプレゼントをしたり、魚をプレゼントしたりするんですが、これはあくまで冷蔵保管ができる、で、物流の移動が自由になった今の時代の話。これは1970年代から流行りました。なので、朝鮮時代にはこういったプレゼントはなかったんです。で、まず王室の話からしてみると、王室は、つまり王様は新年に家臣たちにお米と塩で、そして生地をプレゼントしたらしいです。全部当時はとても高いものでしたね。で、それ以外にももう一個プレゼントをしたんですが、それは福来たるという意味の絵をプレゼントしました。こういった絵なんですが、名前はセーファーと言います。で、当時は、絵を印刷する技術はないですよね。なので、トハソという機関で働いている人たちに、これを描かせて、王様がプレゼントしたらしいんですが、一人当たり20枚も描かないといけなかったようで、かなり大変だったそうです。で、これをもらった家臣たちは、または王様も、これを門の前にこうやって貼って、鬼が来ないように、悪い機運が来ないように祈ってたそうです。で、これが朝鮮末期になりますと、民間でも流行ることになり、それがレンガ状の文化に定着したという説もあります。で、その後には、気候、農業スキルなどを記録したカレンダーが大人気だったらしいです。この時期にはこういったのを気をつけないというのが書いてたので、かなり人気だったらしいですよね。これの名前はチェンヨクと言います。これも王様が家臣たちにプレゼントしたとても大事なものだったらしいんですが、朝鮮後期になりますと大量印刷して、一般の平民もこのチェンヨクを見ることができるようになったらしいです。で、このチェンニョクは実際今の朝鮮歴史研究にとってもいい資料なんですが、カレンダーに当時の人々がいろんな落書きやメモなどをしてたそうで、これを見て当時の民間文化の記録物として使っているそうですね。
で、その後、面白い絵がありますが、じゃあ皆さんが見ているこの絵、一体何をしているんでしょう。じゃあ、詳しく拡大してみると、真ん中にい軍女たちが何か黄色いものを集めてるんじゃないんですか。じゃあ、これは果物なんですが、みかんですね。このみかんが当時とっても貴重なものだったので、王室で管理してたそうです。で、実際、セジョン大王のエピソードを見てみたら、セジョン大王は自分が好きな側室とか、もう性質などにこのみかんで愛情を表現していたそうですよね。これをもらっていた女性たちは大喜びしてたそうです。で、そのセジョン大王の息子、文正も自分が後継者、つまり聖者の時に家臣たちにこのみかんを聖者がご自身で直接手渡しをしたということで、家臣たちがものすごく感動したという記録もあります。当時、みかんというのは、とっても貴重なプレゼントだったんですよね。で、それ以外にも、果物というもの自体が昔はそんなに多くなかったので、ドラマのコマーシャルなどにも使われるんですけれども、柿とかリンゴとかも結構記録を見てみたら、プレゼントとして使われたそうです。その影響かわかりませんが、皆さんが現代劇の韓国ドラマ見てみると、果物を持っていてプレゼントする場面見たことあると思いますが、昔朝鮮からだと思いますが、韓国は今でも果物を持っていて自分の気持ちを表すというの文化が残ってますよね。で、皆さんドラマとか見てみると悲しい場面とかにはこの柳の木が出てくるの気づきました？じゃあこの柳の木は韓国ではもう実際中国から来た概念だらしいんですが、別れを意味するらしいです。なので、ドラマとかではこうやって柳の木でその場面を演出しますが、当時のちょっと貧困な人々はお互いプレゼントする経済力がないので、この柳の木を渡して旅に出る友達とかに自分の気持ちを表したそうですよね。で、それ以外にびっくりするプレゼントがありまして紹介してみたいと思いますが、当時、朝鮮の男性と女性はお互いの恋の心を表すために、こういったのをあげたらしいです。じゃあまず見てみましょう。一人のゾンビが試験のために旅に出ると言ったら、それを聞いた女性が悲しいわと言って、それでゾンビがなんと愛の証として俺の歯をあげると言って、皆さん、これはもともと落ちてた歯じゃなくて、その場で自分の歯を自分の手で取って、それで、この女性にプレゼントをしたらしいんですよ。かなり痛いし、大変だけど、もらっても嬉しくないプレゼントですよね。なので、記録を見てみたら面白いですが、人気汽船の場合は、歯を大量に保管していたらしいです。誰の歯かわからなくなりますよね。じゃあ、それ以外にも、目的のあるプレゼント、つまり賄賂とかとしては、センスとすずりなどがとっても高いものでしたので、こういったのが流行ってたそうです。じゃあ、今日はここまでです。年末なので、皆さんが好きな方にプレゼントを何したらいいのか悩んでる方に、みかんとか皆さんの歯はいかがでしょうか。後に現代の日本と韓国のプレゼントの感覚も紹介してみたいと思います。今日も聞いてくれて진짜こんばんはよ。여러분、안녕。